最高。私これ欲しい。この赤いソリが2人の出会うきっかけだった。スウェーデンの空港ではこんな光景をよく目にします。空港で働く人たちが車輪のついたボードに乗ってロビーを駆け抜けていきます。その原型ともいえるものを北スウェーデンの寒村で見かけました。スパルカというソリです。スパルカは蹴っ飛ばすという意味。ここで暮らす人たちの冬の足です。スパルカに乗った元気な女性と出会ったのは今年2月。他のお家でも皆さんこうやって自分で焼くんですか？彼女の周りには家族の笑顔があふれていた。陽気な息子は村の中を案内してくれた。彼女の孫はプロの音楽家を目指している。村の小さなスタジオにこもっていた。出会いから半年後、市毛はこの村を再び訪れる。しかしある日不幸な知らせが届く。家族の一人が病で帰らぬ人となった。スウェーデンに親戚ができたと思ってますから。北極圏の過疎の村に温かな涙がこぼれた。今年2月、スウェーデンの北部北極圏内に位置するポリユスは1年の半分が雪に閉ざされる。村の人口はわずかに470人。年々高齢化も進んでいる。ここは村で唯一の店。食品や雑貨が売られている。こんにちは。この店の前で市毛は一人の女性と出会った。何買われたんですか？ハムでしょ。それとチーズ、あとはミルクね。これは何ですか？これはスパルカっていうのよ。スパルカ。ここに小さい子供も乗っかるの。スピードも結構出るのよ。なんなら乗ってみる？本当？乗っていいですか？嬉しい。こうやってこれでいいのかな？これでいいのかな？ちょっと怖いかもしれない。わ、すごい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 。うわ嬉しい。赤いスパルカの持ち主ベラさんは69歳。この村に住んで52年になる。本当はもっとスピードが出るのよ。ベラさんに借りて私も乗ってみました。できるか。おー、楽しい楽しい。これはひゃー、ちょっと車に衝突しそうだな。地面を少し蹴っただけでスパルカはスーッと前に滑り出していきます。こうやってパーキングするんだ。ベラさんはこのアパートに一人で住んでいる。お邪魔します。アパートは3階建て。ベラさんの家は2階にある。あ、そう。必ずテーブルクロス敷くんだ。
昼食にパンを焼くという。今どんどん入れちゃう。あらら。本当に全部目分量なんだけど。ベラさんのパン作りはなかなかに豪快。すべて目分量だ。一応目分量でもこうカップで測るとかするんだけど、ドーって入れちゃうの。本当に熟練してますよ。目分量にもかかわらず仕上がりは完璧。ほらね、同じ大きさでしょ。これ私できません。どのパンも同じ大きさに仕上がっている。パンが焼けるまで1時間ほど。その間、市毛はベラさんと出会ったこの店の中を覗いてみることにした。チーズが。Hello。村にある店はこの1軒だけ。村の人たちは生活に必要なほとんどの品をこの店に頼っている。市毛が店を覗いたのはある目的があったからだ。すいません。防寒用の靴が欲しいんですけど。店員が探してくれた。防寒用の靴ありますか？足が小さすぎますよ。スモール小さい。こんなちっちゃなサイズは置いてません。本当。うちは品揃えが少ないから。隣の町まで行かれたらいかがですか？ Too small。そうですか。店からの帰り道。この村のことに最も詳しい人物と出くわした。郵便屋さんだ。今日は電話帳の配達もあるので普段より忙しいんですよ。郵便屋さんも村でこの人だけだ。村の人たちは郵便を待ちわびています。配達の時間に外で待っている人も結構いますよ。何も届いていないとがっかりするんです。逆に手紙が来てるとじっと見つめながら家の中に入っていきます。僕のことなんか手紙を受け取った瞬間に忘れてますよ。この郵便屋さんが仕事を始めた20数年前、村には500世帯あったが今では400世帯に減ったという。ベラさんにも電話帳が届いた。これはベラさん。ありがとう。ベラさん、ただいま。手紙が来てました。手紙が来ました。はい。あら、ありがとう。パンが焼き上がっていた。うわー、いい匂いだわ。すごいすごい。これはすごい美味しそう。柔らかいの。ベラさん美味しいです。たくさん焼いたから撮影している皆さんも食べてね。はい。夕方になってベラさんの娘が顔を出した。はい。こんな人見たことないでしょ。ベラさんは一人暮らしだが、この村に息子が2人と娘が1人、そして孫が6人住んでいる。みんな私の家族よ。ベラさんは17歳の時、隣の国フィンランドからこの村に移り住んだ。今には家族の写真がたくさん飾られていた。これが私の母、隣が父よ。第二次大戦後、フィンランドからはより生活水準の高いスウェーデンにたくさんの人が移り住んだ。ベラさんもその一人だった。
その写真は私と亡くなった夫なの。ああ。 22歳の時に結婚。夫は一つ年下で鉄道員だった。結婚して13年目に交通事故で亡くなっている。そりゃ悲しかったわ。まだ34歳だったのよ。彼も私も人生はこれからだったのに。辛いことはいっぱいあるけど、人生なんてそういうものよね。この夜、ベラさんはスパルカに乗ってある場所へと出かけていった。足取り軽く行ってしまいました。ベラさんがやってきたのはこの村の高齢者福祉センター。月に一度ここでビンゴ大会が開かれる。過疎の村で暮らすお年寄りのささやかな楽しみだ。一毛が見守るその時だった。ベラさんにビンゴが来た。ベラさんガッツポーズ。この夜空にはオーロラが輝いていた。ポリウスから30キロ、ヨックモックはこの地域一帯の行政の中心地だ。行政区の面積は北海道の5分の1、関東地方とほぼ同じ大きさがある。しかしこの広い土地に暮らすのはわずか6200人。スウェーデンでは早くから過疎への対応策を練ってきた。過去に2度大規模な市町村の合併が行われたんです。この辺りでもこの3つの村が合併して1つになりました。今から30年前のことです。過疎の進行に伴って町の財政は苦しくなります。住民へのサービスを維持するためには合併が必要だったんですよ。それでも財政は十分とは言えなくて、道路の整備や除雪にかける予算は毎年削っています。ただ予算の削減で一番後回しにしたいのは福祉です。福祉については都会と変わらないサービスを提供するために国から補助金も受けています。ここはヨックモック市内の老人ホーム。お年寄りをベッドに縛り付けず自分の家のように振る舞ってもらう。こうした介護はスウェーデンから世界に広まった。福祉関係の仕事は決して人気の高い仕事ではありません。でも残念ながらここには若者が働ける場は少ないんですよ。僕はこの町にいたいし、この仕事も気に入ってますよ。こちらは一般の人が暮らすアパート。お年寄りや体に障害を持つ人たちは週に40時間まで訪問介護のサービスを受けられる。食事は食べたいものを書いたレシピをヘルパーに渡して作ってもらう。おいしいって言わないともう作ってもらえなくなっちゃうわ。福祉に地域格差があってはならない。それがスウェーデンの考え方だ。国間の過疎の村にも福祉が行き届いている。そこにもベラさんの元気の秘密があるのかもしれない。
7月、北極圏にも短い夏の訪れだ。市毛は再びポリウスを訪ねた。冬はこの辺をベラさんと一緒にスパルクで走ったんですけど、今はお花と緑が綺麗ですね。さあベラさん家です。いらっしゃいますかね。ベラさんHej San, det var länge sedan. Ja, det var länge sedan. Kom in. Varsågod. Vad roligt. Vad kall du var. 冷たいの。Det är kallt i Porjus. そう、今日寒いですね。Ja, kom in. 市毛がついてからしばらくしてベラさんの家族がやってきた。Hej. Hejsan. Hejsan. Hallå. Hello. Hej. Son. Nice to meet you. 私の息子のシエル、 Son. そして孫のアンドレアスよ。 Son. 孫のアンドレアスさんは20歳。高校を卒業後アルバイトをしながらプロの音楽家を目指しているという。すぐそばにあるアパートの一室が彼のスタジオになっていると聞いて訪ねてみた。 Lika många spel ni har. ベラさんもここに来るのは初めてだ。 Fint. Herregud. なんだか踊りたくなってきたわ。 Gammal. 彼は地元ではちょっと有名な存在。これは彼が自主制作で出した CD だ。そう、これ僕ですよ。あなたは子供の頃歌が上手でよく歌って聴かせてくれたのに、最近は作曲ばかりでどうして歌ってくれないの？歌はちょっと自信がないんだよ。そんなことないわよ。学校に行ってた頃あんなに上手だったじゃないの。すごくいい声なのに。知らない。アンドレアスさんの曲を聴かせてもらった後、番組スタッフがちょっといたずらをした。知らない。スタッフが手渡したのはそんなの聞いてないよ。1枚の CD。 あら、これあなたの写真じゃないの？ベラさんも興味を持った。ちょっとかけてみてよ。今年市毛が初めて出した CD だ。すっごい恥ずかしい。うまいじゃないの。いいわよ。あなた歌手だったの？もっとたくさん歌って。とても上手よ。これしか歌ってないんだったらもっとこれから先歌うべき。ありがとう。ベラさん優しい。スネルで言ってよ。ベラさん、これわかります？市毛が取り出したのは、日本語ね。Varsågod. 読めないわ。Vad är det?
日本で買ったスウェーデン語のテキストで勉強しようと思ってテープと本を買ったんだけど間に合わなかったの。外国の言葉を覚えるのは大変よね。私もフィンランドから17歳でここに来た時は言葉がわからなくて本当に苦労したわ。スウェーデン語を教えてやるっていろんな人が言ってきたけど、教えてくれたのは悪い言葉ばかりだったわ。ベラさんはフィンランドから移り住んだ頃を思い出したようだ。若かったけど夜外に出歩く気にはなれなかったわ。働いていたレストランのご主人が優しい人で、スウェーデン語が上手になったねって言ってくれた時は本当に嬉しかったわ。第3課3 Hur har du det? Idag. En födelsedag. Tack. Sådär. Sådär って Det 言うん är だ。 fint väder. Sådär。まあまあです。Ja. Ja, jag är svensk. Jag är svensk. Det är han också. Det är han också. Jaså. Jaså. Ni är båda svenskar. Ni är båda svenskar. 第5課5 Det är han också. Jaså, ni båda är svenskar. Vecka. När. Var. För. Sedan. この日、村の人たちがベラさんを誘いに来た。ベラさん、靴それでいいの？靴それでいいの？ベラさん、慌てたのかサンダルのまま出てきた。ベラさん、どこ行くの？どこ行くの？ピピンの。今日も勝つわよ。今日も勝つの？前も勝ったじゃない。今回は賞金が大きいんだから。ビンゴ大会が開かれる隣の町までは車で1時間ほど。車が結構いっぱい集まってますね。森の中の駐車場にずらりと車が並ぶ。ここがビンゴの会場だ。ベラさん。ボードで準備してるんだ。勝つといくらもらえるんですか？2万クローネよ。2万クローネ。2万クローネも？すごいじゃないですか。ベラさんがビンゴのマーカーを一毛に渡した。あなたもやれということか。Återstår 5 minuter innan du ska köra igång kvällens bingo. 26, 2, 6. 21, 2, 1. Nummer 6, 6. 夏のビンゴ大会は車の中でやる。ちょっと不思議な光景だ。スピーカーから数字が流れ、当たった客はクラクションを鳴らして知らせる。すると係員が駆けつけてビンゴを確認する。やったよ。信じられないよ。今日2回目のビンゴだよ。数字を言ってるらしいんですけど、全然わからないので何も書けませんね。
言葉を勉強しないとできないということがよくわかりました。Har du hittat någon? まだダメ。ベラさん、話しかけるのがためらわれるほどの真剣な表情だ。次頑張ってくださいね。この時の時間は夜8時。夏の北欧は白夜だ。ビンゴは夜の11時まで続いた。ベラさん、今度は勝てなかった。Det tutar på flera håll tror jag nu. Sexan också. Ja. Ja. ベラさんの息子シェルさんは去年から病気で仕事を休んでいる。ああ、この日シェルさんがある場所へと案内してくれた。スウェーデンの北極圏内にあるポリウスは人口470人の過疎の村だ。ここには国が建てた水力発電所がある。スウェーデン全体で使われる電力の 14% を賄っている。この発電所は村の財政を支える重要な産業だ。おー、すごい水、すごい。村の住民の半数がここで働いている。ベラさんの息子シェルさんも去年腎臓を患って休職するまではこの発電所の作業員だった。水でこうやってタービンを回して電気を起こすんですよ。ここは今の発電所の隣にある昔の発電所。60年以上にわたって稼働した。シェルさんも22年前こちらの発電所で働き始めた。最盛期には1400人の作業員がいたがコンピューターが導入されたことで合理化が進み、今ではわずか200人を数えるだけだ。可愛らしいお人形があるんですけど、これは何してるところなんですか？発電所を作るための資材を運んでるんですよ。1910年に工事が始まったんですが、30キロも離れた町から作業員が1人100キロも荷物を背負ってここまで運んできたそうです。100キロ、それはすごいです。100キロは持てません。なんかすごいおしゃれ。昔の発電所は今は水力発電に関する博物館として一般客に公開されている。大理石。休職中のシェルさんには毎月給料の 90% が支払われ生活は保障されている。しかしシェルさんには他に深刻な悩みがあった。シェルの奥さんが入院しちゃったのよ。肺にひどい炎症を起こしていて意識もないんですよ。ずっと脊髄が悪かったんですが2週間前転んだ拍子に肋骨を折りましてね、それが肺に刺さってしまったんです。隣町の病院に運ぼうとしたんですが経費削減で医者も少なくてね、しかもちょうど夏休みの時期でレントゲン技師すらいないんですよ。だから400キロも離れた大きな町までヘリコプターで運んでもらったんです。一時はどうなることかと思いました。ここは近くにあるシェルさんの家。奥さんが入院する前からシェルさんは家事をこなしてきた。皆さん変に思うかもしれませんが、妻のベッドは台所にあるんですよ。もう3年前からです。
3年前に奥さんが脊髄を患ってから、シェルさんは奥さんのベッドをここに移した。食事もシェルさんが作った。毎日シェルさんは病院の看護婦に電話をして奥さんの容体を聞く。病院に運ばれて2週間、いまだに意識は戻っていない。当初入る予定だった隣町の病院に移されることになりました。意識はまだありません。でも隣町に移ってきたら病院に行って頬でも撫でてやりますよ。僕たちが結婚して5年目に買った小鳥です。もう21年も生き続けてます。妻もきっと元気になりますよ。シェルさんの奥さんがこの10日後に亡くなったことを私は日本に帰国してから知りました。プロの音楽家を目指しているベラさんの孫アンドレアスさん。ヨックモックのアパートで作曲を続けている。この時彼の母親はまだ亡くなる前だ。たくさんの友達が高校卒業すると都会に出て行きました。でも僕はこの村を離れたいとは思いません。少なくとも今はね。恋人も家族もこの村にいますから。これは僕が出している3枚の CD です。このパソコンでも聴けるんですよ。彼は作った曲をパソコンでインターネットに流している。彼のホームページには世界140カ国からアクセスがあるという。パソコンさえあればこの村からでも世界に音楽を発信することができます。都会に出なくても夢は叶うと僕は信じています。北極圏の過疎の村から世界的なヒット曲が生まれる日もそう遠くないかもしれない。デラさんはこのポリウスのどういうところが好きですか？静かで自然が多いところかしら。でももし家族がいなかったらこの村にこんなに愛着を感じるかどうかはわからないわ。もっともっと年を取って体が不自由になった時にどういうふうにされますか？もっと小さなアパートで階段を上らないで済む1階に引っ越したいと思っているの。でもそういう場所は人気があってなかなか開かないのよ。体が言うことを聞かなくなったらすぐそこにある老人ホームに入るわ。どっちにしてもこの村でずっと暮らしていくつもりよ。ベラさんとイチゲがやってきたのは冬に2人が出会った場所。ここで私たち会ったんですよね。村でただ一軒の店だ。2人一緒に昼食の材料を買いに来た。
ベラさん、お昼何作りますか？ワッフルでも焼いてみようかしわら。一緒に食べてね。食べていいの？嬉しい。ミルク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 。いちごジャム。これがいい。これがいい。一毛がここで過ごす最後の日だ。ベラさんのエプロンの紐を一毛が結ぶ。さあ、美味しいのを作るわよ。ベラさん、ワッフルを焼き始めるがどうもうまくいかない。ちょっと焼きたいな。おかしいわね。ダメですか？ワッフルを焼く機械の調子が悪いようだ。味に問題はないよ。ベラさんが電話して5分。あ、早い。来ました。登場したのはシェルさん。持ってきたのはシェルさんのものだ。いろんな形があるのね。これでどうにか焼けそうだ。一時はどうなることかと思ったわ。シェルさんの義理のお母さんもやってきて4人で昼食だ。ジャムも塗る？じゃあ少し。Och där, men jag vet inte vad det är. Fett i blodet så jag vet inte, man vågar inte ta så mycket. Sätt det bara ovanpå så. Det är som godare smak. ベラさん、美味しい。Vad är det? 美味しいです。det är gott. ベラさんに日本のお土産です。お箸。日本のお箸で。前にテレビで見たことがあるわ。使ってみるわね。私は何もあげるものがなくてごめんなさいね。いっぱいもらいました。お世話になりました。あとこれはシエラさんに同じお箸だ。お箸です。奥さんとシエラさんに奥さんの病気が治るといいですね。シェルさんの奥さんが数日後に亡くなるとはこの時思ってもいませんでした。後で病院に行こうと思ってます。手を握ってやると表情が少し穏やかになるんですよ。強い薬を飲んでるので声は聞こえていないと思いますがね。それが家族のね愛情ですよね。こうやって持つの。これでね、ナイフとフォークと両方使えるの。じゃあワッフルもこの箸で食べればいいじゃない？これ使っていい？本当？本当？こうやってこうやってこれでナイフになったでしょ？切れたでしょ？でつけてフォークの代わり。シェルさんも箸でやってみた。こうした方がいいんじゃないの？シェラさんできる。それは難しいですよね。つかめないよ。こんなの無理だよ。上手上手上手です。ダメだ。指がつりそうだよ。スウェーデンに親戚ができたと思ってますから、またワッフル食べに来ますね。
私も本当に楽しかったわ。外国人って気がしなかったわ。外国の人なんてめったに来ないからびっくりしたけど、みんな同じ屋根の下の住人ですね。全然目も顔も違うのにね、気持ちは一緒ですよね。どんな人にも人生は一度しかありませんもんね。楽しく生きていくのが一番ですよ。すごいいいこと言う、泣けちゃうわもう。なんて素敵なこと言うんでしょう、セイラさん。Chiquitita, tell me what's wrong. You're enchained by your すごい大変。ベラさんがアパートの地下に案内してくれた。あ、赤いスパルカだ。赤いスパルカ。物置の隅っこにベラさんの赤いスパルカがあった。あの時が忘れられないわ。このスパルカのおかげで私たちが出会えたんですものね。この赤いスパルカが私たちを引き合わせてくれた。一毛も同じ気持ちだった。また冬に遊びに来てちょうだい。2人でスパルカに乗る練習をしましょう。また来ました。ありがとう。ベラさん、どうもありがとう。さようなら。Tack för... 本当に。Kiitos.